はい、こんにちは。とんでもないものを買ってしまった漁師浜優です。今日はですね、僕のチャンネル史上一番高いお魚を買わせていただきました。そのお魚がじゃあちょっと持ってくるのでお待ちください。はい、こちらでかすぎないですか？ちょっとこぼれちゃうよいせーということで 10.2 キロの天然のクエです。いやもうこれ本当にでかいですよ。ほらよいしょ、こんな感じですね。だいたい自分の近くで持つとこんな感じ、サムネっぽくするとこんな感じ。ちなみにお値段10万円以上します。赤字だよ、ショムニ風で。こちらのクエ、長崎県の漁師大元丸さんから買わせていただきました。ありがとうございます。で、お確信はないのですが、この子が生きている時の様子がありますので、まずはそちらをどうぞ。はい、それでは生きているクエの様子をご覧ください。こんな感じで、ちょっと見にくいんですけど、池間の中で何匹か釣ってますね。で、真ん中のが今回僕に送ってくれたやつで、まずこれを脳天締めして、そしてその後エラ膜を切って、で次尻尾の方も、切ってくれます。ただ硬いでしょうね、尻尾の方。鱗を取って包丁を入れて、そしてガツンと、切るわけです。で尻尾の方が切れたら次はね、丁寧に、神経締めまで、神経抜きかな、神経抜きまでしてくれてます。でシコシコと丁寧にやってくださって、そしてその後、吊るしてしっかり水をかけて血抜きもしてくれてます。で最後に氷をして、これを僕に送ってくださいました。ありがとうございます、大元丸さん。はい、いかがだったでしょうか。で、大元丸さんのところでは市場の値段でもキロ1万から1万5000円ぐらいでね、取引されるそうです。ただ今年はコロナの影響でどうしても安くなってしまっているようで、ちょっとでもお力になれるようにね、買わせていただきました。で、今日はこちらのクエをとりあえず解体して3日ぐらい寝かしてからまた調理したいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。せっかくなんでまず観察していきましょう。こちら口周りですね。ものすんごくでかいです。多分もうちょい開くんでしょうけど、死後硬直の影響かこれ以上はきません。でも歯がなければ拳ぐらいは入りそうです。で歯も無数に生えてますね。この歯が痛いこと飲み込まれる魚は恐怖ですね。でなんか奥の方にもう内臓脂肪みたいなのが見えてるんですけど、これ内臓脂肪じゃね？多分すごいですね、こいつ。で、お目目は案外小さいかなって感じです。まだまだすごい新鮮ですね。で、最初ね、素手で持とうとして全然持てなかったエラ周り。ここが痛い。ここがね、すごい痛い。で、エラもすごい綺麗。これも食べれそうですね。それじゃあまず皮をすき引きしていきます。ボットーしてやっていくぜ。はい、じゃあもうまな板収まりきらないのでこのままいきます。よし、うまくいくかな。こっちから入れて、で包丁の角度を一定にギコ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 と、こんな感じ。いけてるか。よし、いけてる。やっぱ物が大きいだけ簡単ではあるね。よし身までいってないかすぐ心配になるわ。あとちょっと、このヘラ邪魔だな。ヒレか。よし、ここで取って OK。 はい、こんな感じでヒレが取れました。ヒレじゃねえわ、ちょっとヒレ邪魔なんでヒレ先取っちゃいます。チョキと肩で胸びれもいっとこうかな。よし、で尻びれで尻尾無理やな。はい、じゃあノコギリガザミの爪も砕くニッパならいけるでしょう。さすがニッパー。 OK で最後に背びれも。よし、じゃあ残りも頑張ってやっていきます。うわー、失敗した。すき引きリカバリーできんのにくそー。
よし、もういいから。はい、若干ね残ってるところはあるものの、結構綺麗にできたんじゃないかなと思います。これは薄いのかね、すぐあれ入っちゃいますね。まあでも初めてにしたら上等じゃないですか。はい、じゃあ反対に返してタタタタタ、反対もヒレ取って、次は反対から取ろうか。こうやって、で包丁の向きはこうからこうで、入れ方は同じように入れていきます。こっちの方が中には入りにくい。はい、じゃあなんとかできました。結構うまくできたんじゃないのって感じです。ちょっとこんな傷はちょっとだけあるけど、でもすでに内臓脂肪が見えちゃってますね。とりあえずでかすぎてニッチもサッチもいかないので、頭とエラを次落としていきます。よいしょ。とりあえずまな板の上に乗せますか。よいしょ。とりあえずこのエラ膜を切っていきます。普通の魚みたいに落ちないよね、ここ普通に硬っ。とりあえず反転。よいしょ。鍛えててよかったって思うよね、こういう時で。こっちも、膜切って、よいしょ。とりあえずこの付け根を落としたい。落ちた。よし。で次エラを外していきます。切れてどこ切ればいいんだこれ。よいしょ。 OK でここの下が取れたら、で次中なんですが、もうすでにねこれ内臓脂肪が口の方まで溢れちゃってますね。いいや、エラの方取っていきます。でこれエラは取れたんだけど、食道と多分つながってるんですね。よし、じゃあ無理やり引っこ抜いて、よいしょ。よっしゃ、エラが取れた。エラを取るだけでも偉いわ。はい、じゃあ次お腹を割っていきます。でこれカマ割れる？ちょっとやってみます。お、案外いけるんだ。お、いけたいけた。案外余裕でいけた。でここも切って、でお腹ももうちょい開けば、よいしょ。はい、じゃあ見ていきましょう。オープン。おお、すげえ肝臓だでここまず目につくのがこれ、ありえん内臓脂肪。きやー見てください、これ人間の脳ぐらいあるんじゃないかな。ちょっと出してみよう。よいしょよいしょ。で内臓はこんな感じで取れました。じゃあまずこれが肝臓で、あとのこのすごいのが全部内臓脂肪ですね。むしろ他の臓器どこって感じで、これ多分胃なんでちょっと開けてみましょう。ちょっとここらで、切って、で胃を開けていきますよ。なんかすごい硬そう。うわ、これほんまに胃か。うわ、なんかめっちゃ硬いし、思ったより長細くなくて、なんかちっちゃいですね、結構。これちょっと洗って食べてみましょうか。じゃあせっかくなんでちょっと内臓脂肪食ってみます。でこれをちょっと洗って醤油つけて、じゃあいただきます。これ普通に美味しいよ。超大トロ食べてるみたい、そんな感じです。はい、じゃあ片付けができたのでクエをまた戻して、心臓出てきた。心臓めっちゃちっちゃいですね。でこれぐらい、もうちょいなんか心臓のかけらみたいなのあったんですけど、こうやって見るとこんな大きいのにね、わずかこれだけの心臓で動かしてるって、すごい生命の神秘だよ。で次鎌に包丁を入れて、で頭の後ろまで入れていきます。よいしょ。でこっちも胸びれからこう入れて、よしよいしょ。問題はここから、このぶっとい魚の骨を関節狙いでいけるかですね。関節ある？これか。今ねここスッと包丁がね入ったとこ、ここ関節ですね。これ切れるかな。魚立て出して関節狙って狙って狙って、違う。よっしゃー。はい、じゃあ頭が取れた。で頭
上から内臓脂肪。もうでこの頭だけでもこのでかさですね。これはまあ赤字回避のためにサブチャンでちょっと使います。カレーか煮付け定食かどっちか。はい、じゃあようやく身だけになったこの子を洗います。こう切れ込み入れて、骨太っでこれをシンクに、でこちらの天然さサラで洗いましょう。でけー。はい、じゃあいい感じに洗いました。よいしょ。はい、じゃあ洗えたら水気をきれいに取ります。頭から尻尾で最後にお腹の中も、きれいにあれします。ふきふきします。よいしょ。 OK、 じゃあようやくここまでできました。やっと三枚おろしですね。よし、じゃあさばいていこう。松岡さん方式で背中からいこうかな。で背中軽く逆さ入れて、うわすげえ弾力だ。あんまりいけてる自信がないんだけどよいしょ。まあとりあえずはこれいけてる感じですね。で油すごいのほら。うわ盛り上がってる。やりにくいな。でネタや。でこれ中までいけたら尻尾の方ギリギリいこうかな。切れ込み入れて返します。よいしょ。で反対側も同じように入れて、よいしょ。でこれ中まで行きました。中まで行ったけどちょっと先このケツ側切りますね。よいしょ。これ取れる？これ包丁でいけるかな。反対から行こうか。よいしょ。よいしょ。いけたぜ。よいしょ。はい、こんな感じです。おおすごいね。この油、これ多分全部油じゃないの。これものすごいです。はい、で実際に動画で食べるの3日後なんで、これはもう袋にね、骨をつけたまま保存しておきます。こうした方がね酸化しにくい。この骨で身を守るって感じかな。よし。で太いのがないので細いストロー3本用意して、でなるべく空気抜いておきます。魚の匂いすげえ。で袋が薄いので、破らないように。じゃあこれを冷蔵庫の中に入れておきます。よいしょ。ちょっと味見しないと寝かしたのと違いがわからないので、ちょっと刺身で食べるためにまず腹骨切っていきます。よいしょ。なんか大きいと大きいでむずいな。なんでかここにね皮下までいってるあれがあるんですよ。ちょっとここなんかおかしいなと思ったんですよ。よいしょ。で気を取り直してすいていきます。よいしょ。よし、いけた。はい、腹が取れました。これもごっつい油ですよ。もうすごいすごいの一言。よし。でこうして、じゃあ次血合い骨を取っていきます。うわー、身がもっちもちだ。よいしょ。はいどう。はいはい、これで下身が取れました。大トロだね、まるで。で上側もよいしょ。よいしょ。はい、血合い肉。いつも血合い骨って言うけど、もう血合い肉です。これ炊いてもめちゃ美味しそう。はい、じゃあちょっと頭の方を切って、盛大に骨の音してんな。これか。よし。でこれの皮を引いて、よいしょ。でどんなもんかちょっとね薄く切って、よし。でわさびで醤油をかけて、じゃあちょっと初食えいかしていただきます。まあ、いつも通り感想は正直に言わせていただきます。うまい結構ね身に水分が多い感じなんですけど、こんだけ水分がなんか感じれて、なおかつ甘くて旨味もあるっていうね、なかなかないと思いますね。まあただキロ1万はどうなんだろうっていう感じかな。でも美味しいのはめちゃくちゃ美味しいです。まあでも先に味見しといてよかったです。でもう一度こいつを冷蔵庫から出して、水分多かったんでピチッとシートで、しようかなと思います。
残念ながらねマイルドなくてレギュラーしかなかったんで、レギュラーで1日置いて、あとはね外しておいて寝かすだけです。でこれをくるんでいって、でこれをもう一度冷蔵庫に入れて、で明日ペシッとシートを外して、で3日後に松岡さんと一緒にねさばいて食べたいと思います。で1本の動画にしようと思ったんですけど、尺がねあんまり長くなりそうなんで、今回2本仕立てでいきます。でちょっと最後に今回のクエ何量で取ったか、こちらのホワイトボードを使って説明していきます。で今回のクエ、長崎県の平子さんです。そこの大玄丸さんが取ってくれました。で漁法なんですがハエ縄です。でクエを狙うのでクエ縄、ハモを狙ったらハモ縄とかってね言います。でこのハエ縄どういったものかというと、漁師がこのように餌がね等間隔で針についた縄を入れます。でこちらの餌を見て餌だって言ってね食べたら釣れるという仕組みですね。なんかリザードンみたいですね。で他にもアラとか青菜、モロコとかって様々な呼び方があります。で大玄丸さんが加工業者を募集されているということで、興味のある業者様がいらっしゃいましたら概要欄の方にURL 貼り付けておくんで、そこからちょっと連絡をお願いします。はい、というわけで本日は解体シーンということで終わりたいと思います。決してね赤字を回避しようと思って2本にしてるわけではございませんよ。本当ですよ、本当ですからね。はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあね、バイビー。